こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は以前作成した、ポケプラクイックの不思議種を飾るジオラマを作りたいと思います。不思議種は草ポケモンなので、不思議種に見合った、自然豊かなジオラマを作れたらいいですね。はい。ジオラマ作成には、100均のクリアケースを使用します。このケースは以前作成した、EV のジオラマと同じケースになります。さて、まずはじめに行う作業ですが、紙やすりを使用して、ケースの台座部分を荒らしていきます。これは接着剤の効果を高めるためにしているのですが、別にやらなくてもいい作業かもしれません。はい。ケースの土台を荒らし終わったら、適当な厚紙を用意します。今回は不思議種が入っていた箱を切り出して使用しました。厚紙を用意したら、マスキングテープを使用して、切り出しておいた厚紙を土台に貼り付けます。土台に紙が貼り付けばいいので、マスキングテープがない場合は、ガムテープやセロテープを使用して紙を貼り付けます。はい。土台に紙を貼り付けたら、デザインナイフやカッターを使用して、土台の形に合わせて厚紙を切り取ります。綺麗に厚紙を切り出したら、土台から紙を剥がしてしまいます。この剥がした紙の上に色々盛り付けていくわけですね。はい。それでは用意した厚紙の上にジオラマを作っていきます。まずは不思議種の位置決めから行います。だいたい真ん中くらいに設置かな？不思議種の位置を決めたら、ガンダムマーカーを使用して、不思議種の位置を厚紙に書き込んでいきます。印を書いた位置にはあまり物を置かないように気をつけて作業します。さて、不思議種の設置位置が決まったので、続いて厚紙に、両面テープを貼っていきます。この両面テープの位置に少し起伏をつけようかなと、考えながら作業しています。はい。両面テープを貼り終えたら、アルミホイルを用意します。用意したアルミホイルを適当な大きさにちぎり、先ほど貼り付けた両面テープの上に、アルミホイルを接着していきます。このアルミホイルを接着することで、真ん中部分が凹んだ、ちょっとしたくぼ地のような地形を作れますね。フラットなジオラマもいいのですが、せっかく作るので地形に表情をつけていきます。はい。アルミホイルを土台に接着し終えたら、樹脂粘土を土台に盛り付けていきます。今回は余っている樹脂粘土を使用していますが、樹脂粘土よりも、紙粘土や石粉粘土の方が、ジオラマ作成に向いている気がします。まあ、手持ちの開封済み粘土から消費していくのが、一番無駄がないと思います。はい。ある程度粘土を持ったら、ボンドを用意します。このボンドを粘土を持っていない、厚紙の部分に塗布していきます。この後に水を使用する作業があるので、気休めですが、ボンドの膜で厚紙を保護して、厚紙がぐちゃぐちゃにならないようにします。はい。先ほど作成した土台が乾燥したので、次の作業に移りたいと思います。まずはボンドを水に溶かしたボンド水を作ります。ボンドと水の割合は1対1。まあ、この割合は適当でもなんとかなるので、厳密に量を測って作らなくても OK。さて、ボンド水を用意できたので、続いて土台にティッシュペーパーを貼り付けていきます。この作業は紙に水を使用するので、台紙の厚紙がびちゃびちゃになる可能性があります。なので、少しずつティッシュをボンド水で濡らし、横着せずに丁寧に貼り付けていきましょう。はい。貼り付けたティッシュが乾燥したので、土台に、プラスターを持っていきます。プラスターは地形の基礎作りに適した素材ということで、鉄道ジオラマ作成によく使われていますね。さて、プラスターを作業後に処理しやすい容器に入れたら、プラスターの中にボンド水を入れて混ぜます。基本的に1対1の割合で混ぜるのですが、プラスターをドロドロにしたい場合は水を少なく、シャバシャバにしたい場合は水を多めに混ぜて、自分が作りたいジオラマに合わせて、プラスターを調整しましょう。はい。それでは用意したプラスターを土台に盛り付けていきます。プラスターを盛り付ける際に使用するのは、100均で購入した安い筆。プラスターは乾燥する前であれば水洗いできるのですが、塗装用のちょっといい筆を使うのは、難解や。ということで、もしも汚れて筆が使えなくなってもいいように、100均の1回使って捨てても後悔しない筆で作業しています。まあ、もったいない精神が発動してずっと100均筆を使い続けているんですけどね。はい。
盛り付けたプラスターが乾燥しました。水分で厚紙が反ってしまいましたが、クリアケースの土台に無理やり貼り付けていきましょう。貼り付けに使用するのは両面テープ。はじめにテープを貼ることで、反っている紙を無理やりまっすぐに矯正する作戦です。両面テープをケースの土台に貼り終えたら、テープの隙間にボンドを塗布します。さて、それではケースの土台に、先ほどプラスターを持ったベースを貼り付けます。紙が反っているので貼り付けづらいですが、上から押し込んでしっかり貼り付けます。貼り付ける際に地割れが発生しますが、これは許容範囲ということで、見なかったことにしましょう。はい。土台部分が完成したので、塗装を行いたいと思います。まずは、クレオスのベースホワイトを、土台の縁に塗っていきます。この塗装は、塗料をつけたスポンジでポンポンと、ある程度黒色が見えなくなるまで色をつけるというシンプルなものです。現在使用しているベースホワイトはなかなか隠蔽力が高い塗料なので、2回程度塗り重ねて白色の塗装は終わりにします。はい。白色の塗装が終わったので、白色の上から茶色を塗り重ねていきたいと思います。使用する塗料は、タミヤのフラットブラウン。この色は先に塗った白色を塗りつぶさないように、ある程度適当にポンポンと塗装をしていきます。ちょっとだけ下地の白が見えた方がおしゃれじゃね？知らんけど。はい。続いてプラスター部分の塗装を行います。塗装に使用するのは100均で購入した、アクリル絵の具。この絵の具を水に溶かして色水を作ります。はい。プラスターの塗装に使用する色水は、黒色と茶色の2色。この2色の色水を、交互に使用し、色を混ぜたりしながら全体に色をつけていきます。この塗装作業は適当にすればするほど、なんか、リアルな地面になるような気がするので、何も考えずに、ささっと塗装してしまいましょう。色が薄いと感じたら、乾燥後に重ね塗りをするといい感じ。はい。基本の塗装が終了したので、続いてジオラマ本体にドライブラシを行います。絵の具を適量筆につけた後に、筆に少量だけ絵の具が残るように、ティッシュで筆を拭います。この状態の筆で、ほうきを吐くように、ジオラマ全体に色をつけていきます。ジオラマの出っ張っている部分にだけ、明るい茶色がつくので、ジオラマがどこかいい雰囲気になってくれます。はい。ジオラマの塗装が終了したので、次にジオラマの装飾をしたいと思います。装飾に使用するのはこちら。100均で購入した草です。なかなかクオリティが高いですねこれ。まずは小さい切り株を設置していきます。一旦不思議種を置いて、全体のバランスを見ながら、切り株を設置する場所を決めます。設置する場所が決まったら、グルーガンを使用して、切り株をジオラマに接着します。切り株を接着し終えたら、先ほどの草の中からいい感じのものを選び、ニッパーで使用する部分だけ切り取ります。今回は大きめの葉っぱを使いたいと思います。はい。それでは切り出した葉っぱをジオラマに取り付けていきます。取り付けに使用するのは先ほどと同じグルーガン。異素材を接着するのにはグルーガンがいい感じ。割と何でもくっついてくれます。あ、そうそう。今回100均で購入したグルーガンを使用しているのですが、このグルーガンはちょっと購入を控えた方がいいかもしれません。グルーガンについているトリガーを引かない状態でも、溶けた芯が出続けてしまいます。グルーガンは少しいいものを買った方がコスパは良いですね。さて、小さい切り株と葉っぱをジオラマに取り付けることができたのですが、ジオラマとの間に隙間があったり、グルーガンを塗布した跡が目立つので、100均で購入した苔を使って、これらを隠してみようと思います。はい。それでは苔で隙間を埋めていきましょう。隙間埋めや目隠しに使う苔は、ボンドを混ぜ込み、パテのような感じで扱えるようにしてみました。この苔ボンドを使用して、かなり目立つ隙間を埋めたり、葉っぱの茎の部分に盛り付けて、見られたくない部分を隠し、自然っぽい雰囲気に仕上げていきましょう。はい。切り株部分の作業が終了しましたが、切り株だけではジオラマが少し寂しい。ということで、新たに切り出した草をジオラマに設置してみます。設置方法は先ほどと同じくグルーガンで草を接着し、グルーガンが乾燥した後の白い塊を、苔ボンドで隠します。本当に苔ボンドは便利ですね。はい。メインの置物を設置できたので、
ジオラマに草を生やしたいと思います。まずはジオラマにボンドを塗布して、筆を使ってボンドを広げます。今回は茶色の地面を残しつつ草を生やしたいので、真ん中あたりにのみボンドを塗りたくります。ボンドを塗り終わったら、100均の苔をパラパラとボンドの上に振りかけていきます。今振りかけている苔は、先ほどの苔ボンドを作る前の苔です。なんか、青のりをお好み焼きにかけているみたいですねこれ。あ、そうそう。この作業は汚れるので紙などを敷いて作業をしましょう。さて、苔をジオラマにまぶし終えたら、苔が飛んだり、落ちてしまわないように、苔にボンド水を滴下していきます。滴下するボンド水は、プラスターを作るときに用意したものと同じで OK です。はい。ジオラマに草を生やすことができたので、仕上げとしてジオラマに花を取り付けたいと思います。取り付ける花は、大きい花を一輪、小さい花をたくさん取り付けてみようと思います。さて、切り取った花なのですが、これはボンドを使ってジオラマに接着します。苔の上に花を設置するので、ボンドが乾燥しても接着跡は目立たないでしょう。はい。それでは残りの花をジオラマに取り付けていきます。この小さな白い花は、茶色の地面には置かないようにしています。緑色の苔から花が生えている方が自然かなという感じです。あとは、不思議種を置く位置を避け、全体的に花を置きましょう。はい。それでは最後の仕上げを行います。不思議種を作成した時に仕込んだ磁石。この磁石を使用して、ジオラマに不思議種を固定したいと思います。ケース土台の裏側に磁石を貼り付け、不思議種を固定する位置を決めたら、後で瞬間接着剤を塗布して、磁石を接着してしまいます。これでジオラマの完成です。はい。こちらが完成したジオラマになります。少し緑の面積が少なく、荒涼とした雰囲気がありますが、まあまあ、ほとんど100均の素材だけで作ったと考えれば、結構いいものができたのではないでしょうか？はい。ジオラマに不思議種を乗せてみました。これは、いいじゃない。不思議種を置くことで、緑色の割合が増えて、彩りが良くなりましたね。さて、それでは今回の作成で失敗したところを、今回厚紙の上にプラスターを盛ったりしていましたが、これは失敗でした。単純に紙と水分の相性が悪いので、余計な手間が一つ二つ増えてしまいました。次に左側に設置した葉っぱのチョイスが微妙。切り取るまではなかなか良い形の葉っぱだと思っていたのですが、設置してみると変な癖がついていて、不自然な生え方をしている葉っぱになってしまいました。こんなところでしょうか？それでは最後に、不思議種のジオラマ作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何かプラモデルやジオラマを作成した時に動画を投稿するので、その時は動画を見ていただけると嬉しいです。では、また次回。さよなら。Are you listening?